皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画なんですけれども、年末にフェニックスウィングが発売されたということで、ベイブレード X の 3on3 デッキがね変わりましたということで、今回 3on3 デッキ紹介をやっていきたいと思います。そして今回紹介するカスタムのね、特徴なんかをねその一つ一つ紹介していきたいなと思っております。前回はですねアタックベイオンリーで構築された 3on3 デッキと、あとはね手堅くスピンで勝ち取るためのスタミナ系のデッキですね。それらを紹介させてもらったと思うんですけれども、やっぱりフェニックスウィングが登場したということで、皆さんもね同じだと思うんですけれども、やっぱりデッキが結構変わったんじゃないかなというふうに思っておりまして、新年一発目ということもあるので、皆さんにね 3on3 デッキを今からお話ししていこうと思います。それでは1機目からね紹介していくんですけれども、まず1機目はこちらになります。ヘルズサイズ 360B ですね。皆さんこのカスタムはもう王道だと思うんですけれども、僕の動画でもねこのカスタムっていうのはかなり定番になってきていると思います。もはやねもう説明は不要かなっていうふうに思っているんですが、1ポイントねスピンで取るなら確実なねカスタムかと思います。早速ね特徴からお伝えしていきますと、まずブレードヘルズサイズ、これ何度もお伝えしていますが、極端なね引っかかりが少なく丸い形状に近いので、回転ロスが少なくてね余計なブレも起きにくいと。でちゃんとね綺麗に安定してスピンが取れるカスタマイズになっているかと思います。あとはこのスマッシュ形状なので、相手をね傾かせてで自分はスピンで回れるっていうねポイントもあるかと思います。そしてラチェット360なんですけれども、低めにベイをセットできることで、重心がね高くなりすぎず、バランスを取りやすいっていうところ、あとはね突起してる箇所が3箇所になっているので、引っかかりが少ないことでバーストリスクが多少ね低くなっているんじゃないかなというふうに個人的には思っております。最後にビットのボールなんですけれども、やっぱりなんだかんだこのボールっていうのが一番ねスタミナとしては安定しているパーツになっているかと思います。動きとしては姿勢を崩してもね最後まで粘って回転してくれますし、前半はねスタジアムの宙返しをねよく回ってくれるので、相手のねエクストリームダッシュからの攻撃を回避する、アタックを数回避けてしまえばほぼ勝てると。そんな感じでこのベイブレード X ではずっとね安定した強さを誇っており、多くの方がね使い続けてるカスタムになってるんじゃないかなというふうに個人的に思います。で2機目なんですけれども、2機目はこちらになります。シャークエッジ 560F。シャークエッジといったら、低い位置でねアタックして、相手をねすくって飛ばしたり、あとはラチェットを狙ってねバーストさせることがデフォルトのコンセプトではあったんですけれども、エクストリームダッシュを使って、積極的にね攻撃して、オーバーとかバーストとか、エクストリームフィニッシュを狙って、高得点をね出しにいけるっていうポイントもあるんですけれども、このフラットビットなので相手をね弾き飛ばしてスタミナロスしてる状況でね、スピンフィニッシュなんていうこともあるのかなっていう感じです。もともとデフォルトでついていた LF ローフラットビットの方が間違いなくね攻撃力は高いと思っているんだが、結局アタックがちゃんと当たらないと意味がないので、今回このフラットビットをねつけてることによって、いろんなね可能性があるんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。あとはラチェットもこの560が相性がいいのか、密度感も増してなんか回転もね結構安定した回転になっていたんじゃないかなっていうようなね印象を持っております。そんな感じでシャークエッジ 560F というねカスタムについてお話ししていきました。そして最後にご紹介するのはこちらになります。はい、登場しましたフェニックスウィング 960R ですね。ラッシュビットを採用しております。やはりフェニックスウィングは単純に重いし、相手をめちゃめちゃ吹き飛ばすし、単純に強い。でブレードはコバルトドレイクとほぼ同格の 38g 台、最重量級のね3枚刃によってとにかく相手を吹き飛ばして高得点をね狙えるっていう感じになっております。スタミナタイプには重量級のねアタックで相手をね壁に激突させて、スピンのロスをね
狙って最後ねスピンを取れてしまうっていうこともねあったかと思います。マジでこれもうちょっとねチートだなって思うぐらいやばいなと思いました。であとはこのラチェットの960は、レビューの時もねお伝えしていたんだけれども、薄くて突起形状が、細かくなだらになったことで、バーストもしづらいといったねポイントで、そして今回このラッシュビットをね採用していることによってこの重量級の攻撃を何度も連続させて、相手をね飛ばす機会を増やして高得点を狙うと。もちろんね単純なスピン勝負では、不利になることは多いんですけれども、後半ね失速してもこう姿勢を戻してくれるね動きがあったなっていうふうに思います。そういったねいい部分っていうのが結構いっぱいあるカスタムになってるんじゃないかなというふうに思っております。であとは他のビットの候補としては、GF ギアフラットとか、あとはフラットビット、あとは P ねポイントとか、あとは、ハイニードル HN ですね、この辺のあたりで、考えたんですけれども、アタック系ビットは結構ねこう激しすぎて自滅してね、負けてしまったりとか、あとはスタミナ系だとこうどうしてもバーストしやすかったっていうところがあって、なんかねそういったところがあるとちょっとね不安だなっていうふうに思っていて、でそうなった時にこのラッシュビットね、個人的にいいなって思ってる、ポイントが、フラットに結構強めにねシュートを打ったとしてもエクストリームラインに乗ってこう加速するスピードっていうのが若干遅めになっているので、そこまでこう自滅するリスクも少ないのかなっていうようなね印象でした。やっぱりこのフェニックスウィング、これはねアタックとして個人的には使っていきたいなと思っていますし、デメリットであるねこう自滅しちゃうような部分については、ビットをね変えることによって、デメリットを補えば、めちゃめちゃねこれは最強になるんじゃないかなっていうふうに個人的に思って今回このねカスタムにさせてもらいました。はい、今回はこのフェニックスウィングが登場したということで、2024年一発目のね新しい 3on3 デッキの紹介をさせてもらったんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。僕のマインドとしては結構ねアタックをまだガンガン使っていきたい。ワンベイも去年はずっとねもうこのドランソードのデフォルトなんですけれども、めちゃめちゃこのデフォルトのドランソードが好きでずっとワンベイでも使ってましたし、ただ今回さすがにフェニックスウィングが出てきたことによってちょっとやっぱ重量的にもねかなり差が開いてしまっているので、ドランソードの勝率っていうのがかなりね、フェニックスウィングに対しては、ハードルが高くなってしまったのかなっていうふうに思ってます。なのでちょっとこれからねもうどうしようかなって思ってめちゃめちゃ迷ってるんですけれども、本当はねこうまだこのドランソードを使って勝ちたいっていうね、そういう気持ちはまだあります。ただフェニックスウィングに対抗するなら、ワンチャンねシャークエッジにして、アタック全振りにして、対抗するのがね今のところ突破口なのかなっていうちょっと微妙なところですね。そんな感じでちょっといろいろねまだこれからも考えていきたいなと思っております。なのでね是非皆さんのね、おすすめのねカスタマイズとかあれば是非ねコメント欄に書いていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで今回も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。ルカチャンネルではですねベイブレード X の最新情報からカスタムの紹介、それからイベントに行った際の、主に大会のね映像とか、去年からねシネマティック映像にもねチャレンジしておりまして、いろんなベイブレードのね表現をやっておりますので、ぜひねチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ということでね今回この辺で動画終わりにしていきたいと思います。それではねまた次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。